こんにちは。新年2発目も陰湿デッキ組んできた春日部紬です。土地1枚引けば動けるキープでしたが、無事土地を引けました。お相手3色デッキ、これは期待が高まります。こちらはエイガン城の修繕をキャストし、ついでに自分のアックキープにチェックを入れます。お相手3マナ目から相棒でアタック1点入って残り19点、さらに肉体くらいをキャスト。こちらはアックキープに廃墟の地を起動。お相手の青い土地を割ります。さらに山をサーチ。あらあら、基本土地を入れていないなんていけない子ですね。廃墟の地されたら困ります。じゃあおかわり持ってきますね。ついで肉体くらいもきれいに除去しておきます。もうシェオルが出てくることはおそらくないので使っていいでしょう。お相手超母先をキャスト。テンポピエのデッキなのかな。こちらは心苦しいのですが、もう一度廃墟の地を起動します。さらにエイガン城の修繕で無駄なくマナを伸ばします。平地を置いてターンエンド。お相手なかなか土地が続きます。これはマナフラを救ってあげたとも言えますね。修繕する建築家が追放されます。こちらはさらに追加の廃墟の地。ディスカードは悩みましたが、攻撃を使うまでもなく乾燥しそうなので捨てます。ということで追加の廃墟の地をお届け。このターンは放浪王を構えてターンエンド。青い土地がないので気兼ねなく放浪王をキャストします。帳簿先を追放。エイガン城の修繕で裏返り、廃墟の地で1枚破壊。こちらは平地をサーチします。さらにクルーブの陥落でもう1枚土地破壊。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。何回いける気がしたのでラダー行くぞ。こちらは舞台座一家の中庭をプレイして平地を持ってきます。お相手初手は平地。お気づきの人もいるかもしれませんが、このデッキ、基本土地しか入ってないデッキ相手には破綻します。さらに平地。頼む頼む。こちらはエイガン城の修繕で平地をハンドに。2色ランド来た。さらに回路の修理屋をキャスト。青白アーティファクトデッキですか。こちらはエイガン城の修繕の2章で土地を伸ばします。舞台座一家の中庭をプレイすることでデッキを圧縮してキャントリップの質を上げられます。ということで早速廃墟の地でお相手の2色土地を割りましょう。ここは素直に山が欲しいのもある。さらに相棒をキャストしてターンエンド。先手で3マナから5マナジャンプするとほんと強いですね。お相手4マナ目からスランの雲。パワーストーンでマナを伸ばされるのは嫌ですね。こちらは平地プレイからクルーグの陥落をキャスト。お相手の島を割って打ち消しを防ぎましょう。お相手平地からマイトミークをキャスト。順調にランプされちゃってます。こちらは100点満点の1マナソーサリーをドロー。墓地にはクルーグの陥落しか落ちていません。ということで秘技の攻撃をキャスト。さらに分離放棄。攻撃の誘発でクルーグの陥落を唱えます。やっぱ土地破壊は最高だぜ。ライフの方も詰めていきましょう。建築家でアタック。お相手修理屋でチャンク。解決策探しに行ったのかな。お相手かなり悩んだ末にメイドともにの更新で砲撃を追放。コストとして支払ったのは分離放棄と放浪を追う。あと1ターンでも放置していたら試合終わっていたので正しい判断です。こちらはとりあえず土地を割ってデッキ圧縮。そして国別をキャスト。モードはアーティファクト追放のみ。ファクトデッキはこれが辛いねんな。そして全員でアタック。6点入って残り12点。お相手土地をプレイしてエンド。レートから見るに何もキャストできないみたいですね。こちらはさらにフルタンで7点入って残り5点。お相手めっちゃマナフラしてましたね。そしてテゼレッドをキャスト。プラスで2ドローにディスカード。一応黄昏の凶楽なら生きてますね。ここで解決策なくお相手投了。対戦ありがとうございました。
2枚ランデスから軍備放棄と放浪王を捨てさせたのが勝因になりましたね。3戦目、対戦よろしくお願いします。これはまずまずのハンドです。お相手最近では珍しいクリーチャーです。今ってライフゲインデッキ組めるのかな。2ターン目はジアードをキャスト。怒りの大天使用の赤って感じがしますね。なんとなく、とりあえずジアードは追放です。お相手アタックから鼓舞する監視者をキャスト。やっぱりジアード取っておいてよかったです。こちらは土地を割りたい気持ちが先走っていますが、ここは E 岩上で土地を伸ばすことを優先すべきだったでしょうね。お相手に対でアタック。小粒ビートが地味に効いてます。さらに鼓舞する監視者を追加。こちらは E 岩上の修繕をキャストして、軍備放棄はまだ我慢してターンエンド。お相手3体でアタック。5点入って残り10点。4マナ構えは嫌な感じです。こちらは E 岩上の2章でマナを伸ばします。とりあえず第2メインにめっちゃ止まってるので放浪王がありそうです。とりあえずドローしますが、土地置く前でしたね。1点損。そしてやっぱり持っていました放浪王。次のターン陥落使えば1点オールで状況は良くなりそう。お相手フルパンで7点入って残り8点。放浪王はマイナスでさらにトークン生成してきます。さらに構えてターンエンド。こちらはクルーブの陥落から入るのもありですが、上振れ狙いでいきます。木々の砲撃から軍備放棄。対象は侍。めくれた魂の仕切りは放浪王に。これでギリギリ生きてる。うわぁ、お相手放浪王まだ持ってました。そりゃ4マナ構えて足しそうなるか。よく見るとマイナス1からプラスで5 3兵上げたらリーサル届いてました。それ考えたらクルーフからだったかな。ここはガバの連鎖に助けられたということで、建築家君に犠牲になってもらって生き延びましょう。5点入って残り3点。カードプレイの判断が上手い下手もある程度勝率に影響しますが、リーサルの出しは勝敗に直結するので足も気をつけないといけないですね。ということで土地を割っていきましょう。土地破壊と魂の仕切りという極悪コンボで相手の動きを縛っていきます。追放された放浪王は6マナなので次のターンは叶えられません。こちらはさらにブロッカーを立ててターンエンド。お相手まずアタックから。ここ相棒で受けた方が良かったですね。墓地から使い回すので。祝福され死者の声をキャスト。これはまだやられる可能性ありますね。と思ったら都合よく解決策引いてきました。木々の砲撃でクルーグの陥落がめくれます。もう1枚の魂の仕切りは侍へ。土地が残り3枚になって祝福され死者の声もキャストできなくなりました。あとは E 岩上の修繕をキャストして、相棒でパンチして1点入れてターンエンド。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。時間が余ったのでおまけの4戦目。対戦ありがとうございました。ということでボロスランデスでした。皆さんは3色デッキで基本土地入れない構築をしたりしてませんか？そんな甘えを許さないデッキです。ちなみに足は入れてないことかなり多いです。このデッキの肝は何といっても E 岩上の修繕ですね。廃墟の地と合わせて使うと自分のマナを伸ばしながら相手のマナベースを破壊できます。また廃墟の地も新たに解体爆破状という類似品が登場して8枚耐性にできるようになりました。これで相手の多色土地を割りながらマナを伸ばして、最終的にはクルーグの陥落でとどめを刺す形です。現在土地を割れるカードは廃墟の地を除くとこの2枚。リザーズ自体ランデスをよく思っていないこともあってか兄弟戦争で新実装したクルーグの陥落はかなりマイルド調整。協調の地もどっちかというとランパン向けカードなので本来の土地破壊としては使いづらいです。
しかしクルーグは砲撃でまくれた場合は話が別。これ単体でフィニッシャーになる性能を持っています。ということでベスは白単コントロールにしてタッチ赤でフィニッシャーとして陥落と攻撃を追加しています。赤い土地も白い土地もサーチして持ってくるのが前提ということで山はシンボル2つに対して2枚しか入れていません。これは廃墟の地と修繕でどんどんサーチしてるとすぐにデッキ内の基本土地が枯渇するからなるべく平地を詰め込むためです。舞台サイカの中庭を採用しているのは最悪相手が単色でも A 頑丈の使い回しで山2枚を確保するためですが、感覚的にはこれ4枚あってもいいかなと思いました。強さはまあ決まれば超楽しいですが弱いですね。今の BO1 は半分くらい単色なのでコンセプト壊れてます。でも黒単は相性差でまあまあ勝てるかな。まだ多色が多めの BO3 に持っていくのもありかもしれません。サイド後は聖域の番人積んだりして白単コンにするとか、あとは全環境でスパーミッドが流行ってた時も一瞬ランデスデッキが出てきていたので、今後そういう環境になればワンチャン出てくるかなという気もします。クルーグは置いといて白単コンに廃墟の地満載型みたいな構築はちょっといい感じに思えました。ネタデッキを作っていく上で強いデッキのアイディアが生まれることもあるよね。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。また、チャンネル登録、フォローもよろしくお願いします。それでは次回をお楽しみに。バイバイ。